皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の6月の25日火曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、毎回言ってますけどね、日本時間の夜の10時、11分ということで、1時間40分ぐらい遅れましたね。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、米フォーブス誌が発表する世界長者番付に決して登場しない世界の本当の金持ちは誰なのかと。それは総資産50兆ドル、約5500兆円と言われる欧州ロスチャイル家であるというのが今日のメインテーマです。この話は毎回、繰り返し、取り上げようということですね。で、ちょうどフォーブスの毎年3月に世界長者番付っていうのを出すんですね。それから世界 NGO のフォックスファムっていうのが毎年1月のダボス会議に合わせてですね、いわゆる貧困撲滅のための提言ということで、同じように、世界の富の下から半分はたった9人の大金持ちに、所有されているという、かなりショッキングな発表を毎年してるんですね。ということで今回、でも本当は違うんだよと。その背後に隠れてる姿を見せない本当の金持ち、本当の世界支配階級は誰なのかと、そっちの方を見ましょうよというのが今日のメインテーマですね。それは欧州ロスチャード家だということですね。総資産50兆ドルですよ。約5500兆円ですよ。誰も言わないということなんですね。これは中国の経済学者孫本民さん、これが彼が書いたですねベストセラー、この本ですね。これをずっと一冊朗読をずっと1年近く8ヶ月かなんか朗読した中に出てくるんですね。ロスチャイルド通貨強奪の歴史とそのシナリオと。この本は名著ですんで、ぜひお買い求め、中古でアマゾンで売ってますんで、ぜひこの本をお読みいただきたいということですね。その中に書いたんですね。ということで今日の放送を始めたいということですけど、今日はワイワイニュースライブ、ちょうどですね、満7年になるんですね、今日。7年前の2012年6月25日にこのワイワイニュースライブというのを、ネット報道番組を始めたんですね。そして、ほぼ毎日のように土曜日曜日、最初の1年ぐらいは土曜日曜もやってたんですよね。1年間ずっとやってたんですね、365日。それで、今日の通算の番組数は2802回目ということで、ちょうど満 7年になるという記念日ですね。ということです。本日火曜日2019年6月25日は2007年6月25日にネット報道番組ワイワイニュースライブを開始してからちょうど満7年になりますと。本日の放送回数は2802回目となりますと。で、毎回平均1000名の方が視聴されているとすると、延べの視聴者数は2802×1000 で280万人というふうになるんですね。アフターマッチさん拍手、ありがとうございます。ということですね。からイルミナティ研究会の方
お茶バク転ですね。で砂ずきんさん、今日のメインテーマをリツイートしてくれました。アフターマッチさん、お茶お疲れ様ですですね。から石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。石森さんがお茶配信ありがとうございますと。中319さんがコンティニューコインですね。そして私の今日のメインテーマで、この放送の前ですね、砂ずきんさん、議会が全く立法しないのに払われる立法作業費ということで、空徴金ですね。もう完全にあれですよ、国民を舐めきってますよね。何でもできると。から砂ずきにさ、脳慣れ、画面の向こうからデイリーモーションベトナム人実習生ですね。それから砂ずきにさ、ボルトンはイスラエルで対イランアメリカ攻撃を、対イランのアメリカ攻撃を引き起こす方法をネタニヤフと相談中と。マスコミに乗らないボルトンがイスラエルに行ってんですかね。ということと、それからヘチさんですね、コンティニューコイン、イルミナティ研究会さん、これは読みましたね。はい。ということです。そして昨日の放送のメインテーマですね。何でしたっけ。我々はノンフィクション作家、鬼塚秀明氏が遺言で残した全く新しい経済学、共生経済学を今こそ作り出そうというテーマで放送したんですけど、これを表紙に YouTube 表紙にしていただいたんですね。で鬼塚さんの顔写真ということと、それから鬼塚秀明氏が残した共生経済学を今こそ作り出そうということです。で、現時点での視聴者数がツイキャスで417名様、YouTube で534名様で、全部で951名ですね。ということです。そして明日水曜日ですね、6月の26日の放送は語学の研修のためお休みさせていただくということです。そして今日の画像ですね、これは12345枚あるんですね。で今日のメインテーマで取り上げますけど、フォーブスの世界長者番付という、これがこういうふうな図になってですね、 AFP の記事ですね。で1番がベゾス、2番がビル・ゲイツ、3番がアルノ、ベルナル・アルノというモエ・ヘレシー、ルイ・ヴィトンの会長ですね。それで4番目がこれハークシャー・ハザウェイ経営者と、じゃないや、ウォーレン・パフェットという投資家ですね。で5番目がザッカーバーグとフェイスブック CEO と、6番目がラリー・エリクソンとオラクル創業者ということですね。から2つ目の画像としては、今日の注目情報の中で取り上げますけど、早稲田クロニクルと、それからイギリスのザ・ガーディアン紙が共同企画した都市シリーズの中の東京なんですね。で、いわゆる都営団地での孤独死する人の数ですね、すごいですね、これ。2018年は都営団地の孤独死が501人ですよ。毎日1人以上死んでるんですね、都営で。2017年はこっちですね、585人と、2016人443人ということで、どんどん増えてるんですね、これね。これは孤独死っていうことですので、
誰にも見とられることなく、亡くなると、病死するという方の数なんですけど、結局根本的な原因は貧困ですよね。貧困とから行政、福祉がそこまで、面倒見てないと、見捨てると、こういうことでしょうね。ですからこの世界の長者番付ですね、ペゾス、アマゾン創業者、彼の総資産が約16兆8000億円と、それと1日1000円の食費で切り詰めて、都営団地で、一人で暮らしている老人、この差ですよね。この差は一体どっから来るのかと、こういうことでしょうね。今日のメインテーマ、あるいはベーシックインカム、あるいは憲法第25条の生存権を本当に保障する政府とは一体何かと、この間のメインテーマと全部連動してるんですね、これね。それから3つ目の画像、これが自民党がとんでもない野党攻撃本を出したということで、下品な総営メディア批判という、これは北海道新聞の有料記事なんですけど、こういうとんでもない本を出していると。そしてこのイラストがですね、これ誰だと思います？これ安倍晋三ですよ。安倍晋三が一人、若くてほっそりとして、なんか未来に向けて指さしているという、安倍晋三をこういうふうに描くイラストレーターといって誰なのかと。でこっちが立憲民主党の枝野、こういう描き方ですね。でこっちがおそらくこれはあれでしょうね、共産党の志位委員長のイラストですね。で面白いのはですね、このとんでも本のイラストを描いた制作者と、それから去年の4月に行われた沖縄の那覇市長選で、野党候補を攻撃したビラのイラスト、これなんですね。これ昨年4月沖縄沖縄か那覇じゃない、沖縄市長選のビラのイラストレーター制作者と、からこっちが今回の自民党の野党攻撃本、これ同じなんですよね。同じイラストレーターが書いてるんですね、これね。だからもう完全に自民党御用達のイラストレーターが書いてるということで、こいつのあれですね、名前を見つけたいですね。こういうバカなイラストを描く人間は一体どんなやつかというのをちょっと探したいですね。そして今週の金曜日から始まります、東京新聞の望月記者が書いた新聞記者という本をベースにした映画新聞記者が今週の金曜日から全国ロードショーされるということで、これを監督した人がですね、なんと32歳の若者なんですよね。すごいですね。藤井直人さんっていう若者ですよ。32ですよ。ということで今日の画像は12345枚ですね。ということです。砂月さんコンティニューコイン2枚ですね。そして、この間のあれをちょっとアップしますね。本日
まあ7年になりましたと。ワイワイニュースライブ。マイナス9。うわ。そして2802回で毎回平均1000人の方が視聴されているというと、延べ280万人ぐらいになるということですね。だからじわりじわりとボデーブローのように効いていくんじゃないかと。1000万人が覚醒すれば日本は革命が起こるというふうに私は前から言ってるんですけどね。それとから昨日のメインテーマの、共生経済学を今こそ我々の力で作り出そうと、生み出そうというあれですね。ツイートできない。マイナス1か。これで OK ですね。そして現時点での視聴者数は2つで951名と。まあ1000名いくでしょうね。毎回1000名ぐらいの方が見られているということですね。まあこれもマイナス1。これは違うよな。間違えましたね。こっちのこれですね。そして明日水曜日はお休みさせていただくということですね。これ7月いっぱい続くんですね。ですから8月からは水曜日英語放送、フランス語放送再開できるということですね。おっとっとさん、コンティニューコインいつもありがとうございますということですね。それと今日の画像ですね。フォーブスの世界長者番付、それと早稲田クロニクルの記事、ザ・ガーディアンとの共同企画、都営住宅、英文のタイトルは東京郊外の団地で、団地が高齢者のいわゆるゲットーになっているという記事なんですね。巨大なゲットになっているということですね。それから自民党の攻撃本、それとこの攻撃本の下手なイラストを描いている人間が去年の市長選挙、那覇だと思うんですね。沖縄那覇市の市長選挙で使われた野党候補攻撃ビラと同じイラストレーターだということですね。から映画新聞記者の監督が32歳の若者だという、これも驚きですね。ということです。そして今日の推薦映画がこの映画新聞記者ですね。これでこれの簡単な紹介ですね。
新宿ピカデリー、イオンシネマ他で全国ロードショーが28日、今週の金曜日から開始されるということなんですね。でこれあれですよね、望月さんの主役を演じてる女優がですね、日本の女優じゃなくて韓国の演技派女優、シム・ウンギョンさんっていう人なんですね。でもう一人はこれは松坂という若手のあれですね。松坂っていうのが内庁の若き官僚なのかな、内閣情報調査室の官僚ですね、杉原というふうになってるんですね。これはやはり見る価値がある映画だと思いますね。ぜひ。マイナス1、マイナス1の多いな。なんで日本の女優さんが手を挙げなかったのかというと、やはりあれなんですかね、こういう反安倍を露骨にした映画の主役なんか出ると叩かれて次の映画に出られなくなるということで、みんな手を挙げなかったんですかね。不思議ですよね。ということで、そしてですね、東都新聞、東京新聞、マイナス40。うわ。ということです。そして関連記事として、藤井直人監督インタビューというのが映画ジャーナリストの斉藤弘明さんというヤフーニュースで出てたんで、これを取り上げました。これ結構長いインタビューなんですけど、これ URL をアップしますんで、ちょっと内容はお読みください。でも32歳の若い監督にこの作品を任せたっていうプロデューサーが偉いですよね。最初はなんか断ったんですね、この監督は。で、このインタビュー記事の最初ですね、6月28日公開の新聞記者がなぜ注目されているのかと、それは最近の日本映画が何かと躊躇する政治的テーマもはらんだ作品だからだと。アメリカでは現大統領のトランプを正面切って批判するマイケル・ムーアのドキュメンタリーや過去の政権の過ちを突きつけるバイスのようなチェルニーですね、副大統領のような映画が常識のように作られるのは最近の日本では何かと炎上を恐れる傾向が強まり、つい先日も空母息吹で佐藤浩市のインタビューが波紋を呼んだばかりと、 SNS での反論も覚悟してたと。この新聞記者は総理の肝入り案件として医療系大学の新設が極秘で進み、その調査に乗り出す新聞記者、政権を守るための情報操作を行う内閣調査室内庁とそこに出向したエリート官僚がこの問題にどう対応するかという、まさに盛りかけ問題をそう連想させる物語と。しかも原案は内閣官房長官と会見でやり合う東京新聞の望月磯子記者とあって、あちこちに火種を感じさせる作品だと。
監督を務めたのは現在32歳の俊英、藤井道人であるということですね。なかなか若い才能ある人材が登場しつつあるということでしょうね。ということです。から今日の一言はそっか今日の最後のですね、注目情報の中で取り上げたこの映画新聞記者の公開記念シンポジウムっていうのが東京で開催され、そこに、主人公の望月記者とから前川喜平さん元文科省事務次官、この2人がトークしてるんですね。でこのことをですね、この内容をですね、新潮かデイリー新潮が記事化しているということで、このデイリー新潮の記事をヤフーニュースがアップしてるんですね。この中でのやり取りの中から前川さんと望月さんの一言を今回取り上げたんですね。で一言の割には長いんですけど、前川さんちょっと長いんで読みますね。私自身が内調の内情を知っているわけではないんですと。自分の身に降りかかったことはよく分かっていますと。そこから考えてみると、権力の維持拡大化のために私兵化しているのではないかと。本当の意味で国のための仕事というよりも、今権力を握っている人のために仕事をしていると。そこが解明されるべき権力の闇の部分ではないかと思います。内調のことを言ってるんですね。私兵ですよ。安倍の私兵、権力の闇から前川さん、私は今年の5月から言語を使わないようにしてるんですと。大拍手ですね。私も使わないですよ。私の素直な感想は、安倍さんはついに言語まで私物化したと。これは朝日新聞なんかが詳細に記事にしていますけど、最初の案が全部気に入らないと。国書を転居にしろということで令和になったと。とにかく安倍首相のお気に入りの言語に決まったということだと思いますと。この令和というのは外務省が各国に通知した公邸訳ではビューティフルハーモニーとなっていると。でも中西晋さんが文春に書いてあるのを読むと、和という文字は平和という意味と大和という意味があると。戦艦大和の大和だし、そもそも日本という意味なんですと。私の解釈は、令和というビューティフルジャパン、安倍さんが常日頃言っている美しい国日本を表していると。美しい国という言葉は戦前の国体思想をベースにしていると。宗教の歴史の中で天正天天照大神を先祖とする天皇の下で、この国は統合体として何千年も継いできたという国体思想です。全くのでっち上がるですよね。国体思想を信奉している人はよく国柄という言葉を使うと。桜井義子さんとか国体語辞を歌ってるんだなと解釈しましたと。安倍さんの支持基盤の日本会議というのは、戦前の道徳教育直後を復活させようと本当に思っていますかと。このまま放っておくと学校教育に入ってくるわけですから、令和は使わないと。私は来年になったら平成32年嘘ですと。西暦で一本化していきますと。当然ですよ。から望月記者の発言、質問妨害が騒がれ始めているので、さすがに菅さんの秘書さんであるとかバンキシャの方々等々もさすがにこれだけ注目されている中で、望月さんだけ質問を遮断するのはいい年をした菅さんが年下の女性をいじめているようにしか見えませんと。これは菅さんのイメージにも良くないからやめた方がいいですよと、いろんな方がいろんな形で助言してくれたそうなんですと。すると菅さんは、いや俺はあいつが嫌いなんだって
嫌いなんで、個人的に嫌いなんですね。から望月記者、実はボタンをポチッと押して令和と出すなんていう案もあったんですけど、菅さんはやはりめくり上げるのがいいんだよと。だけどその時に見えちゃうとまずいから、前夜に一生懸命練習したんだよ。するとバンキシャが、でもちょっとだけ見えてしまいましたよと。見えてたなんてやり取りが週刊文春に載っちゃったんですよと。これを見て菅さんが大激怒。お前らが週刊誌に流したんだろうと。二度とお前らにはオフレコ今後はやらないと言い出したものだから、皆さんの番記者さんたちは二度と情報を流したりしませんと。 IC レコーダーと携帯を紙袋に入れますからと、録音していないことを示した上でお話を聞かせてもらっているわけですという、もうまさに番記者っていうのはもうポチですね。番犬記者っていうことですよね。これ面白いですよね、今日の一言。砂月さん、天照が始祖というなら女系天皇に異を唱えることはおかしいということですね。そうですよね。女性天皇が神話の世界の天皇家の始まりだという大嘘をついてるんですね。だから神話が歴史の元になってるっていうこと自体が全くの真実は程遠いところから発してるんですよね。だから天皇制廃止とともに廃止しなくちゃいけないんですよ。この神話の世界をから完全に解放されないといけないんですね。と今日の一言。毎朝特攻ですよ。戦前の特攻ですよ。だって北村茂という警視庁公安のトップが情報官なんですよ。その上が杉田というとんでもないやつが副官房長官ですから、もう完全に特攻化してるんですね。だから本当の意味で国のための仕事というよりは今権力を握っている人のために仕事していると。そこが疑問、そこが解明されるべきだと。要するに自分の出世でしょ。出世のために魂を売ってるんでしょ。両親を売るって、もともと両親なんかないんでしょうね。砂月さん、邪魔だから文系学部を閉鎖したんでしょうと。後で検証されるとまずいかと。そういうことですよ。だから下手に価値観とか真実とか事実を追求する人はいらないということで、文化系、哲学とか文学とかあるいは歴史とか宗教とか等々をどんどん予算を削ってですね、人材を意図的に削減していると。だからその煽りを食って優秀な仏教
仏教史かなんかを研究してた女性が、3年間の補助金がなくなっちゃったんで、失業状態になって、結局自殺されたということになっちゃうんですね。ここで巨額汗の「と」ということをバカのこと巨額汗っていうんですかね。私は今年の5月から言語は使わないようにすると大拍手。安倍さん、安倍は言語をも私物化したと。それから望月さん、前川さんとか望月さんとか参議院選に出ないんだよね、政治家で。要するに個人的に嫌いみたいですね。あれ、あいつが嫌いなんだって本音を言ってるんですね。それと週刊文春に載っちゃったと。これを見て、菅官房長官大激怒。お前らが週刊誌に流したんだと。二度とオフレココンはしないと言い出した。それに対してバン記者たちはもう二度と情報を流すようなことをしませんので、袋の中にレコーダーと携帯を入れて、ぜひお願いしますと。バカだね。このレベルですよ、新聞記者なんか。日本の新聞記者って。だから報道陣とかジャーナリストって言うなって言うんですよね。と、んそっか、これ2つダブっちゃった。はい。今日の一言ですね。で、今日の注目情報、これはイギリスのガーディアンとの共同企画、都営団地で毎日一人で死んでいたと。東京物語、東京ストーリーズと。これの日本語訳が出たんですね。これをぜひ URL アップしますのでお読みくださいと。凄まじいですね。こっちか。マイナス25。イギリス人も驚くということでしょうね。はい。そして今日のかなり長い記事なんで、今日の推薦図書の朗読ですね。これですね、石井幸喜さんの本。今日は102回目ですね。第4章、構造改革のための25のプログラムの第2節、第1節、第1節かな。官企業のこれ違うよね。第2節になってるんじゃないかな。ちょっと待ってください。今日はプログラムの14なんですね。第2節だ。権力の市場からの退却と。
この中のプログラムの14、公共事業長期計画を廃止するという、これは1ページぐらいですから今読みますね。第3章で問題点を詳しく述べたと。我が国特有の公共事業の早急な廃止もまた必要だと。国が直接手掛けることが許されるべき社会資本整備は離島や各遠隔地などの例外を除いて新幹線を含む幹線鉄道と高速を含む幹線国道、主要空港、重要港湾、さらには電信電話などの交通通信、それに防衛治安上の基幹的整備に限られるべきだと。しかもこれとても市場経済と国民生活にとってコスト上のメリットを生じることは絶対条件であると。交通運輸インフラを例にとれば、我が国は平野部が少なく起伏に富み人口が多く細長い列島であると。こうした自然条件と地域的特性を重視した総合的見地からその整備を考え、陸海空を機能的に連携させたより効率の高い交通体系を作らなければならないと。北海道から九州に至る列島縦断の幹線鉄道や幹線道路はすでに整備されていると。重要なのはこれに空路の開発や新幹線をどのように有機的に位置づけるかであると。どこもかしこも開発するなどということはもはやできないと。幹線道路、幹線鉄道を横につなぐ支線、あるいは都市地域の交通網については、地方の経済界などの民間のイニシアチブが発揮できるよう、民間の要望に応じて、法制上の整備をしておけばよいと。幹線の交通インフラも原則として国営をやめ、民間企業に移すべきだと。航空交通についてせいぜい北海道、東北、関東、中部、北陸、沖縄、中国、四国、九州、沖縄の10カ所と一部離島に国内空港があればよいと。大きな国際空港は現在のところ東京圏、大阪圏、九州圏にあれば十分だと。海上交通もほぼ同様であると。今我が国では国がこれらのほかに港湾及び周辺開発、漁港整備、ダム、橋、都市開発、区画整理、農道、林道、治水治産、農業構造改善、土地改良など多岐多様な土木事業を実施しているが、これらの大部分は政府が所管している結果、政治家と中央省庁の裁量権が働き、予算が無駄に使われていると。これを改めるには、地方の工事計画や発注は民間の責任において行うように改めるべきだと郵政はあくまで協力者にとどめるべきだ。国政かな。事業主体となるべきではないと。公共事業の全面見直しによって巨額な公共事業支出は大幅に削減することができると。少なくとも当面国、地方、特殊法人を合わせて年間20兆円程度減らすことは困難ではないと。20兆いいですね。原則として残すべきは文教施設、医療、社会福祉施設、一般道路整備、特定の治水事業、地方自治体に必要な事業、その他下水道整備や緑の保全など生活の保全と自然環境を守るための事務事業であると。しかもこれらの事業といえども利権や天下り団体を介在させず、特別会計を用いることなく税金で直接実施するようにしなければならないと。だからこれはいいですよね。20兆円浮くって言うんですよね。ということですね。ヘチさん、まさに、高齢の私の母が都内の都営団地に一人で住んでますと。生活環境はとてもいいということはとてもいいということは申しておきますと。年配になるほど他人に干渉されたくないという自意識も高くなるので、一人暮らしが気楽だという面もあります。まあそれは家族が近くにいてこそのことですと。そういうことですよ。だから孤独死するってことは家族ももういなくなっちゃって、見とる人が全然いないと。行政も面倒見てくれないと。
ということが500何人の孤独死が都営団地の中で、1人毎日1人以上の方が孤独死されているという悲劇につながってるんですよね。だから近くに、いざという時、病気になるとか、あるいは怪我して転倒しちゃうとか等々の場合すぐに駆けつけることできる人がそばにいるっていうのは非常にいいことですよね。砂月さん10人揃うか新選組、もついきさんも前川さんも決し改正狙うなら立候補すればよいというシンポジウムの中で前川さんは絶対政治家にはなりませんと、もう永田町とか辺に、から解放されたんで今こそが自由な立場で、やってるんで、二度と永田町とか霞が関に関わりたくないというふうに残念ですよね。前川さんなんかもう真っ先に政治家になるべき人でしょということですよね。カットメンさんがお茶ですね。ありがとうございます。現在46分50秒閲覧視聴されている方が同時刻で50名様、全体で97名様、コメントが34件ですね。ということでようやく今日のメインテーマですね。米フォーブス誌が発表する世界長者番付に決して登場しない世界の本当の金持ちは誰なのかと、それは総資産50兆ドルと約5500兆円と言われる欧州ロシア時計であると、これがメインテーマなんですね。で今年3月に米フォーブス誌が発表した世界長者番付の第1位はアマゾン .com 創業者のジェフ・ペゾスで、その総資産は約16兆8000億円であると。第2位はマイクロソフト共同創始者のビル・ゲイツで、その総資産は約11兆であると。第3位はモエ・ヘネシー、ルイ・ヴィトン会長のフランスですね、ベルナール・アルノで、その総資産は約10兆5000億円であると。しかし米フォーブス誌が掲げるジェフ・ペゾスやビル・ゲイツやベルナール・アルノなど世界長者全員が束にかかっても勝てないのが欧州ロシア時計であると。じゃあなぜ米フォーブス誌は欧州ロシア時計のことを一言も言わないのかと。なぜならば欧州ロシア時計は世界支配階級の隠れた総本財であり、その正体は最高の秘密であり、その正体を暴露することは最高のタブー破りとなり、ありとあらゆる報復を受けるからであると。この世の中は各国の支配階級は存在するが、世界を一元的に支配し搾取する世界支配階級は存在しないことになってんだということですね。から2番目、なぜ米フォーブス誌をはじめとする世界のマスコミは欧州ロシア時計がこれほどの資産を蓄積できたのか、その源泉について何も言わないのかと。なぜならばその源泉こそが欧州ロシア時計が世界全体を支配し搾取する基本構造そのものだからであると。もし米フォーブス誌をはじめとする世界のマスコミが欧州ロシア時計がたった300年の間で総資産50兆ドル約5500兆円の資産を築けた、その源泉を暴露したらどうなるのかと。それを知った世界各国の市民が欧州ロシア時計とその代理人である各国支配階級を打倒する戦いに決起することになるのは明白なんだと。だから一切言わないんだということですね。で欧州ロシア時計の富の源泉であり、世界全体を一元的に支配し搾取する基本構造とは一体何なのかと。それは欧州ロシア時計が国際金融マフィアであり、中国を除く世界各国の中央銀行と民間銀行を支配しているということであると。
彼らは米国 FRB、日本銀行、欧州 ECB、英国イングランド銀行がドル、円、ユーロ、ポンドを貨幣発行して莫大な信用創造を生み出していると。彼らは支配する米国政府、日本政府、欧州各国政府、英国政府に国債を発行させて国の借金を作り、すべての国債を民間銀行に引き受けさせて、各国政府がロシアの国際金融マフィア系列の民間銀行に高い金利を支払って儲けさせていると。各国政府と民間銀行は中央銀行が生み出す莫大な信用創造を価値を生む国民生活そのものである実体経済には使わず、価値を生まない投機市場である金融経済にのみ使って莫大な利益を独占していると。これこそがたった300年間で総資産50兆ドル、約5500兆円の資産を築いた欧州ロシア土家の富の源泉であり、世界各国の支配搾取の基本構造であると。これこそが欧米日のいわゆる先進国の実体経済である GDP、国民総生産の成長が毎年 0.6 から 1.9% でしかないと。そして、貧富の差がますます拡大する根本原因であると。これこそが欧州ロシア土家が中央銀行と民間銀行を金融支配してない中国が毎年 6% 以上の GDP 高度成長を実現している根本原因だと。で、我々は米フォーブス誌が発表する世界長者番付の影に隠れている欧州ロシア土家の本当の正体に早く気づくべきなんだと。我々は彼らの正体は国際金融マフィアであり、中国を除く世界各国の中央銀行と民間銀行を実質支配して莫大な信用創造を独占して金融経済を肥大化させ、実体経済を破壊していることに早く気づくべきなんだと。我々は彼らが各国の代理人を使ってその国の政治議会、行政司法、経済、金融、社会、マスコミなど全てを支配し、最終目標である世界統一政府自立に向けて世界金融恐慌と第三次世界大戦の勃発に世界全体を誘導していることに早く気づくべきなんだと、こういうことなんですね。で、関連記事としてこの米フォーブス誌の世界長者番付1位はアマゾン CEO、 トランプは順位を上げるということで、これ AFP の3月6日付の記事ですね。これが関連記事として、載っけたということですね。ヘチさん、まだ彼は議員ではありませんからと。オリーブの木の繰り返さに関してはよく分かりませんかと。この前直接黒川さんとそれから天木さんに会って直接話したんですけど、なかなかいいですよね。天木さんはあんまり評価しないですけど、黒川さんは彼オリーブの木っていうのはオリーブの木の下に黒川さんの団体とか天木さんの団体とか等々がぶら下がって、それぞれが公約を掲げると。そして共通の公約として、ベーシックインカムの導入とか、あるいは何でしたか、減税、消費税、撤廃に向けた減税をするということで、ですからで彼が言ってたのは、山本太郎氏と連絡を取って、どっかで一緒にですね参議院選を連携して戦えないかという話し合いを持ちたいということを何度も連絡してるんですけど、一切返事が来ないということで、あれはダメですねって言ってましたね。要するにもう彼一人で全部決めてるから、他の人の言うことを全然聞かないという、唯我独尊かの世界ですねって彼は言ってましたけど、昨日の放送の中で言いましたように、自民党と政策の実現のためには自民党と選挙後
手を組んでもいいと可能性もあるというアイラのインタビュー記事のことをに対して私は自民党政策を実現するために自民党と大連立を組んでもいいという発想をすること自体が全くの間違いだということですね。戦後70数年にわたって、一つは米国っていうのは米国支配階級が作った日本を間接支配するための傀儡政党なんですね。そしてその傀儡政党の1955年に保守合同してそのトップに永久戦犯で本来だったら死刑にすべきですね、安倍晋三の祖父、尊敬する祖父岸信介をわざとトップにしてで3年後にですね、首相にしたんですね。そして現在まで続く米国による政治軍事支配の法的根拠である日米安保条約を国民の大反対を機動隊とそれから全国動員のヤクザの暴力によって粉砕して強行成立させてそれが現在までずっと続いているというだからそういうそしてその孫がですね安倍晋三であるということですから基本構造っていうのは戦後の日本を70数年にわたって日本の政治日本の行政司法議会全てにわたって支配してきた傀儡政党自民党その自民党と自分たちの政策を実現するためには連立を組んでもいいという発想自体が全く彼、根本的に分かってないですね。だから私は昨日の放送の中で山本太郎がこの自民党との連立の可能性があるということを間違いだとで、撤回して謝罪するということをしない限りもう支持も支援もしないよというふうに言ったんですね。三宅洋平氏も砂月さん居酒屋騒動で潰された最近どうしたんですかね。三宅洋平さん全然登場してないですね。社会と先駆け、前の自由党保守党みんな寂れた自民党と連立した制度そうですよ。だから安倍晋三は何でもやりますんで山本太郎に消費税を減税するとあなたの政策を取り入れて減税しますよそして財務大臣の任務を与えますよというぐらいやるんですねあいつねだからそれに完全に乗っかっちゃうでしょ。ヘチさんまだ彼は議員でありませんからと、誰黒川さんのことか。ヘチさん日本ではいわゆるクリーンな人は政治家になれないという印象がありますとそんな中で唯一のクリーンな存在が山本太郎さんだと思いますと山本太郎さんがどれだけクリーンな人を令和新選組の候補者として立てられるかというのが注目点だと思いますということですね。前川さんは家計が重しになっているというなんかあれみたいですね、実家がなんか年商800億の企業だっていうのをちらっとなんかで読んだことありますね。カットメンさんがお茶ですね。ヘチさんこれは読みましたね。はい。ヘチさん絶対そうにはならないという全体いやそうじゃないですよ。財務大臣を受けますよって彼言ってるんですよね。何でしたっけ。ということで今日のメインテーマを
アップしますね。もうちょうど1時間経ったんですね。今日のロスチャルド家とかロックフェラー家の資産というのは絶対出てこないですね。これが今日のメインテーマですね。ベゾスがナンバー1って言ってもたかだか16兆円ですよ。5500兆円の何分の1ですか。何十分の1でしょう。第2位ビル・ゲイツ、第3位アルム。彼ら全員合わせても足元にも及ばないと。それで、なぜフォーブスはロシアのことを一切一言も言わないのかと。なぜならばこれはタブーだと。世界支配階級の隠れた総本山であり、その正体は最高の秘密だと。その正体を暴露したら殺されるということですよね。アーロン・ルッソみたいな。ありとあらゆる報復が来るということなんですね。で、この世の中は各国の支配階級は存在するけど、全世界を一元的に支配している世界支配階級っていうのは存在しないんだと。それは陰謀論だというふうになってるんですね。だから私なんかはもう陰謀論者になってるんですね。なぜフォーチュンはあるいは他の世界のマスコミはロシアド欧州ロシア時計がこれほどの資産を築いた、その源泉は何か、原因は何なのかということを言わないのかと。なぜならばその源泉こそが欧州ロシア時計が世界全体を支配し搾取する基本構造そのものだからだと。そうなんですね。彼らが世界を支配する基本構造が分かっちゃうからですよ。もしも米フォーチュン氏をはじめと世界のマスコミが欧州ロシア時計がたった300年間で総資産50兆ドル約5500兆円もの資産を築いた源泉を暴露したらどうなるのかということですよね。だからみんな知らないから静かにしてるけど、もしも真実を知ったら世界各国の市民が欧州ロシア領とその代理人である自国支配階級を打倒する戦いに決起するということになっちゃうんですね。知らないからみんなおとなしくしてるということでしょうね。で、欧州ロシア土家の富の源泉であり、世界全体を一元的に支配し搾取する基本構造とは一体何なのかということですね。それは欧州ロシア土家が国際金融マフィアであり、中国を除く世界各国の中央銀行と民間銀行を実質支配しているということなんですね。これが彼らがたった300年間で莫大な資産、普通だったらありえないような資産を5500兆円と
を蓄積できた秘密なんですね。彼らは米国 FRB、日本銀行、欧州 ECB、英国イングランド銀行がドル、円、ユーロ、ポンドを貨幣発行して莫大な信用創造を生み出している。信用創造特権を独占しているということなんですね。だから初代の、アムシェル・ロスチャイルドが言ってるように、自分に一国の通貨発行権と管理権を与えようと。そうすれば誰が法律を作ろうがそんなことはどうでもいいと。まさにそれを300年かけて実現したんですね。彼らは支配する各国政府、英国政府、日本政府、欧州各国政府、英国政府に、国債を発行させて国の借金を作り、全ての国債を民間銀行に引き受けさせると。ここなんですね、ポイントは。でそんなことしないで、政府の赤字財源は中央銀行が直接補填すればいいわけでしょ。なんでわざわざ民間銀行を介在して金利を払って、彼らに儲けさせるのかと。なぜなら彼らは国際金融マフィアだからですよ。各国政府と民間銀行は中央銀行が生み出す莫大な信用創造を価値を生む国民生活そのものである実体経済には使わないと。価値を生まない、いわゆる博打ですよね。金融経済のみ使うと。投機市場である金融経済のみに使うと。ヘチさん、そうか、中国ウォン、もしかしたら朝鮮のウォンもそうですよ。だから朝鮮も朝鮮の中央銀行等々はロシアドの支配になってないんですね。だから今ずっと戦争を仕掛けたアフガニスタン、以前はロシアドの中央銀行支配がないわけですよね。それからイラク、シリアからリビア、そして、イエメンとか等々もなかったんですけど、それ全部ひっくり返したということでしょうね。衆議院議員、民間船借り上げ民間船員の予備自衛官任命する答弁があったんだ。照屋さんの質問主書ですね。スマズキンさん、これもひどいよね。でこれがたった300年間で資産50兆ドル5500億兆円の資産を築いた欧州ロシアド圏富の源泉であり、世界各国の支配搾取する基本構造だということなんですね。安倍政権下でどんどんきな臭くなっていると。だからトランプと安倍ですよね。戦争を仕掛けていると。最終的には第三世界大戦でしょ、彼らが狙っているのは。これこそが欧日米のいわゆる先進諸国の自体経済である GDP の成長率が毎年 0.6 から 1.9 しかないと。そして、貧富の差がますますひどくなっていると。だから例のガーディアンと早稲田クロニクルの特集で、都営、団地で毎日1人以上の孤独死する高齢者が出てるということと、これなんですよね、原因は。
これこそが欧州ロシアが中央銀行と民間銀行を金融支配してない中国が毎年 6% 以上の GDP 高度成長をずっと続けてる根本原因はそこなんですよ。誰も言わないですよね、これね。日本の GDP の成長率、今年は 0.6、そして来年以降は 0.5 ですよ。ずっと 0.5 ですよ。アベノミクス、信用創造で700兆円の信用創造をほとんど実体経済でなくて金融経済博打につぎ込んだから実体経済が成長しないと破壊されるとこういうことでしょうね。だから欧州ロシア時計の本当の正体を早く知るべきだと。ヘチさんコンティニューコインですね。ヘチさん T ありがとうございます、ご苦労様ですということでしょうね。で、彼らの正体は国際金融マフィアだと。で中国を除く世界各国の中央銀行と民間銀行を実質支配して莫大な信用創造を独占して金融経済を肥大化させ実体経済を破壊しているんだと。だから貧富の差がますますひどくなるんだということなんですね。で我々は彼らが各国の代理人を使って、だから安倍なんかまさに代理人なんですよ。代理人を使って政治、議会、行政、司法、経済、金融、社会、マスコミなど全てを支配し、最終目標であるここまでですね。回収ユダヤによる一元支配の世界統一政府樹立、最終目標の世界統一政府樹立に向けて世界金融恐慌と第三次世界大戦の勃発に全世界を誘導しているということに気づくべきだということなんだね。それで、今日の関連情報として3月にフォーチュンが発表した今年の世界長者番付の記事ですね。というのが今日のメインテーマです。時間が1時間以上ですね。73分14秒。閲覧視聴されている方が57名、全体で135名様、コメントが72件ですね。ということで、今日のトピックスですね。トピックス。沖縄の全戦没者追悼式で怒号と安倍首相の懲りないコピペ演説ということで、昨日あったんですね。去年もほぼ同じ演説、コピペした演説を平然と行って沖縄の人の怒りを買ったと。この人間はもう完全にまともではないですよね。完全に狂っちゃってるよね。サイコパスですよね。社会的、人格破壊者です。それから日本政府、韓国政府に G20 での韓日首脳会談を見送る方針ということで、安倍らしいよね。徴用工最高裁、韓国の最高裁判決が不満なんですよ。首脳会談をわざと設定しないという、安倍らしいよね。ガキですよね、完全にね。それでいうこれハンギョレ新聞ですね。それから自民党が野党の攻撃するとんでもの
配布したということですね。これ北海道新聞から川崎市がヘイトスピーチに罰金50万と全国発と。なんで懲役刑実刑を課さないかという、なんで罰金なのと、この辺も腰が引けてますよね。ヘイトスピーチを絶対認めないんだというんだったら罰金プラス実刑にすればいいんですよ。在特会の桜となんか。それからサムスン海外工場初の民衆労組をわずか40日で破壊したという、すごいね。サムソンっていうのは世界企業になったんだけど、根本的な経営思想がその歴代サムソンの初代がロースは絶対作らせんだということをずっと言って、それがずっと今3代目にも関係してるから、このようなことが起きるわけですよね。信じられないですね、サムソンの。それで国内、サムソンの国内には絶対、民主的なロースは作らせないと。全部御用組合で作ると。それと同じようにインドネシアで、作られた民主的なローソも40日で、委員長を脅迫したりですね、ありとあらゆる妨害で、破壊しちゃったというひどいもんだね、サムソン。ハンギョレ新聞かなり詳しく、これ長い文章ですよ、これ記事。そして今日の重要情報として、これ前川さんの内閣内庁か、安倍首相の私兵と化しているという、これはデイリー新潮ですから、前川さんとか、それから望月さん記者に共感を持って記事化したんじゃないですよね。むしろ彼らを批判する材料としてデイリー新潮に記事化したんですね。でもまあこのシンポジウムの内容が分かるんで、今日取り上げたんですよね。ということです。韓国の国内主要メディアがここだけ暴くのだから日本とはどうでしょうという。いや、韓国でもあれですよ、ハンギョレ新聞とか、あとタパで、朝鮮日報とかですね、あの辺の主要っていうのは絶対書かないですよ。だから日本よりはいいですけどね。でも大手メディアは完全に大企業べったりですから。ということで今日の放送はこれで終わりですね。現在が日本時間で、23時29分、午後11時29分ですね。76分78分50秒と、視聴される方が59名様、全体で143名様、コメントが82件ですね。ということで今日の放送はこれで終わりです。お疲れ様でした。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトですね、いただきましてありがとうございました。ということで、今日火曜日で明日水曜日はお休みさせていただくんで、木曜日ですね、またよろしければ合流してくださいということで今日の放送はお疲れ様でした。終わります。コノさん、コンティニューコインですね。キララカットさん、コンティニューコイン。ヘテさん、ありがとうございました。キララカットさんがコンティニューコインですね。コノさん、コンティニューコイン。アフターマッチさん、コンティニューコイン。から砂月さん、お疲れ様でしたと。ハンギョレという存在自体が貴重なんです。そうなんですね。だからハンギョレ新聞に匹敵するようなメディアが日本には育ってこなかったということでしょうね。
ら週刊金曜日に私は期待したんですけどダメでしたね、残念ながら。ですから今は早稲田クロニクルとか、あるいは下関の長州新聞、それと個人メディアですよね。だからそういう意味で市民、いわゆる市民、自立した覚醒した市民が主体となる、市民革命、に向けたいわゆる報道陣の体制っていうのは韓国と比べたらもう50年遅れてるんじゃないですか、日本の場合は。砂月さん、望月さんだけと、そうですね、東京新聞もいいんだけど、でも東京新聞の体制っていうのは、記者クラブの体制ですからね、その中で孤軍奮闘してると、望月さんがという感じでしょうね。三平さんですね、コンティニューコインですね、2枚、キララカットさん。はい。ということで、今日の放送はこれで終わりです。お疲れ様でした。